こんばんは。はるけです。今回はタイトルアップデート11について紹介をしていきたいなと思います。春のアップデートということで、11回目ですね、アップデートが近日登場をするということになってます。こちらのアップデートにはですね、大きな変更点がいくつかありまして、今後のゲームプレイにこちらも大きく影響を与えるんじゃないかと思います。それではですね、ピッチノートを見ながら紹介をしていきたいなと思います。こちら EA の公式サイトからピッチノートを見ることができます。スプリングアップデートということでタイトルアップデート11ですね。11回目のアップデートになってます。こちらまず一つ目、大きな変更点としては、プレイスタイルですね。プレイスタイルが少し調整されるものがあるという風なことになってます。わずかに調整されるものから話をしていきたいと思うんですけど、ティキタカですね。まずはティキタカが、少し弱体化されるという風なことになってます。また、ピングドパスに関しても少し弱体化、鋭いパスですね。鋭いパスが少し弱体化されるんですけど、鋭いパスプラスに関してはインクリースと書いてあるんで、プラスの場合はちょっと強化されるっていう風な感じになってます。なんでプラスとプラスじゃない普通のプレイスタイルのこの鋭いパスに関してはちょっと差が生まれるのかなという風なところですね。でまたジョッキに関しても少し弱体化されるという風なことになってます。こちら下の動画はですね、ジョッキかなの動画になってるかなと思いますので、こちら公式サイトで気になる方は見ていただければなと思います。で、またですね、シールド。シールドに関しても少し弱体化されるという風なことになってはいるんですけど、シールドのプラスに関しては若干の強化が入るという風なことですね。こちらもプラスとプラスではないかという風なところで、シールドに関しては差が生まれるのかなという風なところですね。で、またロングパスですね。ロングパスとロングパスのプラスが少し弱体化されるという風なことになってます。で、パワーヘッダーに関しては、ちょっと強化されるという風なことになってますね。パワーヘッダーに関してはね、何回か前のアップデで結構ナーフというか弱体化されたんで、これでちょっと強化されるっていうことで、若干戻るのかなという風には感じますね。で、またデッドポール、フリーキックですね。フリーキック、セッターかな多分、ゲームの画面で言うと、セッターが若干弱体化という風なことになってますね。そしてですね、大幅に調整されるプレイスタイルを見ていきたいなと思います。ここは結構変わると思いますね。まず、パワーヘッダーのプラスに関しては大きな弱体化を受けるという風なことになってますね。で、先ほどのパワーヘッダーがちょっと強化みたいな感じになったんですけど、プラス自体がもうぐっと、弱くなってしまうので、パワーヘッダー自体もう多分、ほぼ、もう強さっていうのはあまりないのかなという風に感じますね。で、また、容赦なし、そして容赦なしのプラスに関しても弱体化が入るという風なことですね。ハーフタイムだったりとかの、回復量ですね。スタミナの回復量が、その量自体が減るという風なことになって、ここも弱体化ですね。で、エアリアルのプラスも弱体化されるという風なことになってますね。で、またパワーシュート、そしてパワーシュートのプラスに関してもボールスピードが落ちて、弱体化されるという風なことになってます。なので、これから見えることはですね、空中戦が強い選手っていうのはかなり弱くなってしまうというか、あまり強さが発揮できない、そういう環境下になるんじゃないかなと思います。パワーヘッダーも弱体化されて、空中戦エアリアルも弱体化されるっていうようなことになるんで、ちょっとクロスゲーとかをされてる方だったりとか、空中戦をね、多用している方だったりとかは、ちょっと厳しいアップデ内容になるんじゃないかなと思います。で、また、下のはですね、こちら、コンピューターですね。相手のコンピューター、スカットバトルだったりとかのところで少し変更点があるという風なことになってますね。そこまで重要じゃないかなと思いますので、今回は割愛をします。で、そしてですね、新しいアニメーション、新アニメーションが追加されるという風なことになってます。実際の試合に基づいたアニメーションという風なことで、まずはハーランドですね。ハーランドのシュートモーションが新しく追加されるという風なことになってます。こちらも気になる方はですね、動画こちらにありますので見ていただければなと思います。で、さらに新スキルですね、ニュースキルムーブという風なことで、こちらはビニシウス
のモーションに基づいて新しく追加されるという風なことになってますね。立っている状態、ダッシュしている時じゃなくって、止まった状態で、ビニシウスのようなステップオーバーができるという風なことになってます。L2 プラス R2 でできるという風になってるみたいですね。こちらも動画がありますので、気になる方は見ていただければなと思います。で、そして続いては新しいクリアですね。クリアのモーションということで、こちらズーレのアニメーションを元にしてですね、少しクリアの仕方というか、動きが新しく追加されるという風なことになってますね。こちらも気になる方は動画見ていただければなと思います。でですね、ゲームプレイに関してはこのような感じになるんですけれども、それ以外ですね、それ以外で少し変わる部分で言うと、固有フェイスの追加ですね。このアップデートによってですね、86もの、固有フェイスだったりとか更新がね、なされるという風なことで、新しく追加される選手として、ドクだったりとか、あとはですね、ホイルンドだったりとか、さらに日本人として嬉しい三笘ですね。三笘薫だったりとか、あとはファンデフェン。ここら辺のですね、有名選手が固有フェイス追加されるという風なことになってますね。これ以外も86で先ほど話をした通り固有フェイスが追加更新をされるという風なことになってます。やっぱ日本人としてね、まず三笘がで、新しく追加されてもうようやくっていう風な感じになりますので、少し日本人にとっては嬉しいアップデートになるんじゃないかと思いますね。そして今後の SBC の情報としてですね、EA が公式に発表しているのがプレイヤーモーメントですね。プレイヤーモーメントのアハメド・ジッチ、そしてカルトン・モリス、ベンソン・マヌエル、この3名がプレイヤーモーメントとして登場するという風には言われていますね。またですね、アハメド・ジッチ、そしてマヌエル、この2人に関してはプレイスタイルに関しても明記をされていますので、こちら3名楽しみかなと思いますね。一応このピッチノートによると、プレイヤーピックっていうことなんで、この3名から誰か選ぶっていう、そういう SBC が来るという風な感じですね。この他にもですね、細かな修正点だったりとか、あとアップデート情報あったりしますので、気になる方はですね、ピッチノート等々見ていただければなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。